皆様こんにちは、阿蘇です。今回は前回の海藻ってどんな種類があるのシリーズの続きになります。前回は第1弾としてイワズタの仲間の紹介をさせていただきました。今回はそんなイワズタの仲間について植栽や管理のポイントなどを簡単に説明していこうと思います。まず植栽についてですが、イワズタは砂地でもライブロックでもどちらにも広がることができるため、どちらに植栽しても大丈夫です。まずどちらに植栽するにしても、おそらく購入した際はこのようにランナーが長い状態でパッキングされているかと思います。このままだと植栽しにくいので、自分はだいたいランナーを3から4センチの長さにカットして使用しています。葉体部のみカットしてしまうと育つ速度が遅かったり、うまく育たず枯れてしまうこともあります。逆にランナーの部分だけを植栽した場合では割と問題なく成長します。なので必ずランナーの部分を残してカットするようにしましょう。その前に注意点が一つあります。まず一つ目、イワズタの仲間は思った以上に広がっていきます。なんとなくライブロックにつけてしまった結果、こうやってサンゴを覆い尽くしてサンゴが発火する原因になってしまう可能性もあります。ちなみに発火とは簡単に言うとダメになってしまうことです。レイアウトによってもしくはイワズタの種類によっては完全に取り除くのが難しいこともあるので、ライブロックにつける場合は注意が必要です。またこのように紅藻や褐藻と呼ばれる種類の海藻と一緒に植栽する場合、イワズタの勢いがすごすぎて紅藻や褐藻が負けてしまうことがあります。この水槽も1週間から2週間に1回ぐらいの頻度でタカノハズタミニを引きちぎって紅藻が飲み込まれないようにしています。なのでイワズタを植栽する場合は四方八方に広がることを想定し、管理しやすい場所に植えるようにしましょう。例えばライブロックの後ろ側の砂地だけとか、水槽前面の砂地の一部分だけとかに植栽している人が多い気がします。そしてもう一つの注意点ですが、イワズタの仲間は割と強めの光を好む種類が多いので、完全に影の部分には植栽しない方がいいです。照明については以前の海藻水槽を楽しもうシリーズでお伝えしていますので、ぜひご覧ください。では植栽する方法ですが、今回実際にお見せするためにこちらの30センチキューブ水槽の前面に広がっていたタカノハズタミニを一旦取り除きました。まずは砂地への植栽方法になります。水草水槽の経験がある人なら同じように植栽してもらえば問題ないと思いますが、このようにピンセットで埋め込んでいきます。浅すぎると水流で浮いてきてしまうので、ほぼ見えなくなるぐらい深く植えてもらっても問題ないのですが、一つ注意点があります。それは定床を巻き上げないようにすることです。なぜかというと、まず一つ目として定床にはデトリタスと呼ばれる有機物のカス、つまり生ゴミみたいなものが溜まっています。そしてそれを餌として病原菌が増殖している可能性があります。砂を巻き上げることでそれらの病原菌が水槽内にまき散らされ、その結果魚が病気になってしまうことは少なくありません。ただしサンゴ水槽では定床を巻き上げると魚が病気になるリスクが結構高いのですが、海藻水槽ではあまり病気になるという話は聞きません。これはおそらく微生物層が豊かであり、病原菌が増殖しにくいことが原因の一つではないかと勝手に思っています。ちなみに微生物層とはマイクロバイオームとも呼ばれる多様な微生物の集合体のことです。そして2つ目の理由ですが、嫌気層を掘り返すことで硫化水素が発生する危険があるからです。嫌気層についてはなんとなく聞いたことはあるけどよくわからない、もしくは初めて聞いたという人のため、簡単にすごくざっくりとお話をしようと思います。消化細菌と呼ばれる細菌のグループがアンモニアを亜硝酸、硝酸というふうに分解するというのは、アクアリウムをしている人ならなんとなく知っている人も多いのではないかと思います。実は水槽内ではこの菌だけではなく、様々な種類の細菌がいろいろな働きをしているんです。細菌は姿形や特徴などでいろいろな分類方法があるんですが、その中の一つが好気性、嫌気性というグループ分けになります。
これは文字通り空気、つまり酸素が好きな細菌と空気、つまり酸素が嫌いな細菌というグループ分けです。好気性菌は酸素のない環境だと活動ができず死滅してしまいますし、嫌気性菌は逆に酸素がある状態だと活動しなくなります。ちなみに酸素があると死滅するタイプの嫌気性菌と、ただ活動を止めるだけのタイプの嫌気性菌がいます。水の底の土の奥や泥の中の深い部分、怪我をして膿が溜まっている内部などは嫌気層、つまり酸素がない層となり、その中に嫌気性菌という菌が増殖するんです。アクアリウムにおいてよく知られている嫌気性菌といえば、脱窒菌といって、先ほど出てきた硝酸や亜硝酸を窒素ガスに変え、大気中に放出してくれる菌がいます。その他にもいろいろな活動をしている嫌気性菌がたくさんいますが、その中に硫化水素を発生させる硫酸塩還元菌というものがいます。この硫化水素、ニュースなどでも目にしたことがあるかと思いますが、猛毒なんです。ただ実際はこの硫化水素は水中に漏れ出る前に他の物質と結合して無害なものになっています。またごくごく少量ずつ水中に漏れ出ているものの、量が少ないため生態に影響が普段は出ていないとも言われています。ここで話が戻りますが、海藻を埋め込もうとして砂をグリグリした結果、嫌気層に溜まっていた硫化水素が一斉に水中に漏れ出てしまう危険性があるんです。硫化水素は水槽内の魚が一瞬で全滅するほど危険なものですので、海藻を植える際はそーっと植える、もしくは水槽を立ち上げてすぐに植栽するようにしましょう。定床に埋める以外の方法としては、ライブロックなどの隙間に挟み込むという方法があります。これは最も簡単かつ安全な方法ですが、植えたい場所に必ずしも植えられないということ、下手にライブロックに植えてしまうと、先ほどお伝えしたようにライブロック一面が岩塚のジャングルと化してしまう可能性があることなどの短所があります。もう一つの方法として接着剤でくっつけるという方法があります。水草などでも用いられるアクアリウム用接着剤を用い、小さな石、ライブロックのかけらなどにくっつけて沈めておきます。もちろんライブロックにくっつけてもいいですが、先ほどお伝えした点に注意してください。その他の注意点としては、ランナーをボンドまみれにすると成長できなくなってしまうことがありますので、ランナーの両端を接着するのは避けた方がいいかと思われます。では次に管理についての説明になります。岩塚の多くは成長が早く、放っておくとあっという間にジャングルになってしまい、他の海藻やサンゴに光が届かなくなってしまいますので、定期的なトリミングをした方がいいです。ハサミを使ってカットする方もいますが、自分はめんどくさがりなので、このように毎回手で引きちぎっています。ただ、あまりに一気にグイッと引っ張ってしまうと、定床が巻き上がってしまう可能性もあるので、このように少しずつ定床やライブロックから引き剥がすようにちぎります。そしてここでとても大事な注意点なのですが、ちぎった海藻を海に捨てるのは絶対にやめてください。もともとの生態系を破壊してしまう可能性があるんです。こんな感じで植栽とトリミングについてざっくりと説明させていただきました。栄養のこと、照明のこと、水流のことについては、以前の海藻水槽を楽しもうシリーズでも紹介していますが、岩塚は光・水流ともに強い方が成長しやすい種類が多く、またよく流通している種類は栄養塩が割と高くても問題ないものが多いです。というわけで、岩塚編の後編をお届けいたしました。今回は最後に久しぶりになりますが、インスタグラムのフォロワーさんの素敵な海藻水槽を紹介させていただきます。今回ご紹介させていただきますのはこちら、みおさんの水槽になります。色とりどりの海藻が本当に綺麗な老水槽です。海藻ももちろんものすごく綺麗なのですが、なんといってもこの水槽で一番の主役はこのカサゴちゃんだと思います。島姫山の神というゲームのキャラクターのような名前の小型のカサゴで、自分もめちゃくちゃ大好きなお魚なんです。みおさんにすごく慣れているということで、近づくと寄ってきてくれるらしいです。
本当に可愛らしいですね。自分もいつかお迎えしたいものです。というわけで今回はここまで。このチャンネルでは今後もアクアリウムに関する情報発信をしていきますので、応援してやってもいいかなと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。高評価ボタンを押していただけるだけでも非常に励みになります。インスタグラムでも情報発信をしていますので、ぜひそちらもご覧ください。また、もしやってほしい内容などありましたら、インスタグラムに DM をいただくか、コメント欄に書いていただければ幸いです。最近、早くも若干ネタ切れ気味です。それでは皆様、今日もアクアリウム楽しみましょう。さようなら。